皆さんこんにちは、ママキャンです。以前にあなたはポータブル電源が必要ですかというポータブル電源が何ぞやという何もわからない人向けの動画を撮らせていただきました。もしもまだそちらをご覧いただいてない方はぜひそちらの方から先にご覧いただきたいんですけれども、それでもポータブル電源が欲しいあなたへという内容で今回は撮影させていただこうと思います。今回はなんと前回 EB3A をご提供いただきましたブルーティーさんからまた AC180 をご提供いただいてしまいました。ありがとうございます。また今回初にご紹介となる現在85,000円という破格の値段でセール中になってますシーティッチさんの ST2000 という商品もご提供いただいてしまいました。ありがとうございます。はい、というわけで今回は大容量のポータブル電源はどのような場合に必要かというお話とか、ポータブル電源を買う場合にあたってのご注意点などを詳しく紹介させていただきます。おそらくこの動画も非常に長くなると思いますので、またたくさんチャプターをつけておきますので、必要な箇所だけでもどうぞご覧ください。それでは行ってみよう。チャンネル登録よろしく。はい、今回は福井県小浜市にある青からさんというスタジオを借りて撮影させていただいてます。この広い空間を利用してポータブル電源のサイズ感を見ていただきたいと思います。はい、まず最初にこちらのポータブル電源 1000Wh クラスのものが 16kg あります。でこちらは 2000Wh クラスのものが 28kg あります。15kg とか 30kgっていう容量ですね。どうしてもこれだけの重量のあるものなので、車かもしくは家に据え置いて使うタイプのポータブル電源になるんですけれども、前提として今住んでるお家がハザードマップで色がついている場所にないか、家の耐震設計がしっかりした作りになっているか、そちらの方をまずご確認ください。例えば土砂災害が発生するような場所だったり、津波の浸水地域に入っているようなエリアにお住まいの方は災害時には体一つで逃げることが優先なので、まず住んでいるところが安全じゃないとこういう大容量ポータブル電源を買ったところで命が助からなかったら使えなくなってしまうので、ちょっとその点は大前提としてわざわざ言う必要はないことだとは思うんですけども、ご注意していただきたいなと思います。確かにポータブル電源はあると災害の時に役立つものではあるので、決して買うことは問題ないと思うんですね。ただこちらのセットをまずご覧ください。でこれは私の友達が購入したリタイムさんのバッテリーとバッテリー充電器とあとインバーターです。実はですね、私の友達は今年の1月1日の震災以降ポータブル電源買わなきゃって強く思ったらしいんですね。で電気がない生活は不安だなって思ったらしいんですよ。それでたまたま見た YouTube で YouTuber さんがこういうセットを買ったら格安で大容量でポータブル電源のように誰でも簡単に使えますよっていう宣伝をなさってたそうなんですよ。その友達はセール期間中で安くなってるし、これが一番安いっておすすめしてくださってるんだから、きっとこれがいいものだと思って購入してしまったんですね。友達も買ってから失敗にいろいろ気づいていて、実は私の連絡先にもリタイムさんはこういうバッテリーを紹介しませんかというふうにご提供のお話をいただいてはいたんです。ただこちらの商品は一般向けに災害用のポータブル電源としてはちょっと扱いが難しいものなんですね。なので私の方ではちょっと紹介しかねるかなと思ってスルーさせていただいてたんですけど、リタイムさんの名誉を傷つけないように言えば、この商品自体は非常に素晴らしいものなんですよ。非常に素晴らしいんですけれども、電気のことが何にもわからない一般の人がポータブル電源の代わりに扱える代物ではないということをちょっときちんとここでご説明させていただこうかなと思いました。それではこちらのバッテリーを使って電子機器を充電してみたいと思います。まず最初にすることはこのバッテリーとこのインバーターをつなぐことです。インバーターの方にこういう線をプラスマイナスつけて、でこちらのバッテリーにもプラスマイナス正しくつけなければいけません。これを間違えて逆に設定するとインバーターとか他の機械も壊れちゃうので、必ず間違えないように正しくつけてください。あとこういう工具を使ってこのコードをつないでいくんですけど、これを誤って
こういう金属製のものを短絡してプラスとマイナスを渡ってしまったら、そこで感電が起きてしまうので、このままプラスマイナスを手で触ってもそんなに人間の体には大量に電流流れないんですけど、こういう金属のものをショートさせてしまって、それを人間が触ると大やけどを負ってしまいますので、高圧のバッテリーは本来は電気工事士の資格があったり、それなりに電気の知識がある人じゃないと扱うのは実は危険なんですね。これは誰でも扱えますよとは本来あんまり言ってはいけないんじゃなかったんかなと思います。はい、これで締め終わりました。ここでスイッチを入れてもつかない。なんでだ。ちょっと原因不明で動かないので、どうしよう、壊したら怖いな。友達から借りたやつなので。ちょっと充電器の方先につないでみますね。というわけでご覧いただいているように非常にめんどくさいです。ちゃんと裏表を間違えずに、端子の裏表も間違えずに、プラスとマイナスも間違えずに、よいしょ、しっかりネジ止めをします。はい、今コンセントにつないだところ充電を開始しました。もしかしたらこのバッテリー今空だったのかな。はい、それでリタイムさんのマニュアルにも書いてあるんですけど、警告でバッテリーは潜在的に危険があり、操作及びメンテナンス時に適切な予防措置を講じなければなりません。バッテリーの取り付けとメンテナンスは専門知識を受けた認定技術者で行う必要があります。充電レベルが 50% の状態で保管し、長期間使用しない場合は3ヶ月に一度充電するのが最適です。説明書を見てもらっても分かるように書いてあることが電気に詳しい人じゃないと内容が理解できないんですね。でこれははっきり言って災害用で一般の人が使うポータブル電源の代わりにはならないと思います。このバッテリーをフル充電してきました。怖いよ、怖いよ。こうなるんですよ。よいしょ。どうしてもこれは起こることなので避けられないらしいんですけど、最初火花が出るんですよね。でもこれ毎回接続のたびにこんな危険な目に遭うの嫌じゃないですか。なのでなんでこれを一般の人に向けて本当に勧められないです、私は。はい、これで一応電気が使えます。でもここの端子なんですけど USB とかはないのでコンセントしか使えないんですよ。 USB をこのインバーターにつなぐときにはこういう充電器を使わなきゃいけないんです。でもこの充電器を通すことによってかなり送電ロスが発生すると思います。というわけで1回電気をつなぐだけでこれだけの労力がかかるんですね。でまたこれを保管するときには一旦全部外して保管するのが推奨されているのでとんでもなく大変です。で本当にこれ変な使い方したら大怪我をしますので、もしもこれを買ってしまった人がいたら、私は個人的には劣化をする前にヤフオクに流すとか、あとはもう中古屋さんに引き取ってもらうとか、そうした方がいいんじゃないかなって思います。友達はもう諦めてこれを災害用の充電として保管しておくとは言ってるんですけど、なんかすごい騙された気分ですよね。こういうポータブル電源にはバッテリー充電器もこの中に入ってるし、このインバーターもこの中にすでに組み込まれているし、ソーラー発電したらそれをこの端子につなげるんですね、入力装置として。
ソーラー発電した電気を入力するソーラーチャージャーはここに含まれてないので別で買うか、それかもう直接ソーラーパネルをここにつなげるしかないんですけど、今何%入力されているのかとか、満充電にあと何時間かかるとか、表示機能が一切ついてないんですね。こういうバッテリー単体で買った方がお安くて容量も大きくて使いやすいですよっていう動画をご覧になられたら、それは本当にちょっとご注意ください。それは一般人向けじゃなくて、電気のことがある程度分かっている経験者向けなので、私の友達みたいに全く電気の分からない人がこういうセットを買って揃えても正直使えないです。でこれ3ヶ月に1回のメンテナンスって今やってたみたいにぐるぐるネジをつなぎ直したりするのが非常に大変です。これを維持するだけでも相当苦労しなきゃいけないし、普段使いなんてまずできないですから、持ち運びも大変じゃないですか。これを友達はこういうゴムでこれをくくりつけて置いておけばまとめられるんだって言うんですけど、それをどうやって運ぶのかっていうと運べないんですよ。それで私は今回友達にこのでっかいクーラーバッグを頼んで追加で購入してもらいました。そこに工具と説明書を入れて、でこれで保管してもらうようにしました。こうしておくとこうやって肩にかけても持ち運べるし、これでなんとか移動はできるようになったんですね。前回の動画でもご紹介したんですけど、私は自分のポータブル電源もこういうクーラーバッグにしまって、でここに説明書とか入れてこれで保管しています。こうすることによって持ち運びやすいのはもちろんなんですけど、こういうポータブル電源とかバッテリーって猫の毛とかうち飛ぶんですけど、ホコリが溜まってるところにあんまり置いておくとやっぱりちょっと危ないですし、結露をしたり万が一これが水に濡れると大変危険なんです。注意しなければいけないのはもう一つ、温度変化なんですね。マイナス10度以下とかもしくは60度以上の高温にさらしておくと、リン酸鉄はあんまり発火はしないとは言われてるんですけど、急激に劣化はします。そういうので私はクーラーバッグ、普通の布の袋でもいいんですけど、こういうクーラーバッグだとある程度温度変化を和らげてくれるので、クーラーバッグをポータブル電源のケースにおすすめしてます。充電してなくって使えなかったんですけど、これなんですよね。災害の時に充電が全く切れてて結局使えなかったってことになるんですよ。だからバッテリーを買ったら定期的なメンテナンスがいるし、メンテナンスを忘れて長期間保存しっぱなしになって過放電になったら、いざ災害の時に使えなくなるリスクがあるってことをしっかり覚えておいてください。私の友達はこういう小さなポータブル電源とこの大きなソーラーパネルも同時購入してるんですね。このバッテリーのセットとこのポータブル電源とこのソーラーパネルで合わせてだいたい10万円ぐらい出資してます。10万円あれば今回紹介するこのシーテッチさんの 2000Wh の大容量のポータブル電源が買えたんですね。でそれを考えると友達も高い勉強量だったな、もうちょっと大きめのポータブル電源を買えばよかったなとは言ってはいるんですけど、最初からノーミスで失敗なくこういう買い物をするってことは多分難しいんですね。なんだかリタイムさんのネガキャンみたいになっちゃってて申し訳ないんですけど、そんなことはないんですよ。バッテリーもこういう製品一つ一つどれをとってもとても品質は素晴らしくて安全性も高いし、多分保証もしっかりされてるから購入することが悪いっていうことではないんですよ。ただこういうのを扱える人はちゃんと電気のことが分かっていて、で自分でシステムが組めるレベルの玄人向けですね。で玄人の人にはすごく評価のいいバッテリーなので、ぜひリタイムさん本当に申し訳ない、いい商品なので電気に詳しい人はぜひご購入ください。はい、それでは次に、なぜ大きなソーラーパネルよりも小さなソーラーパネルの 5V の入力の方がモバイルバッテリーで可能かというと、